今日は焼き鳥をここで作って食べるんですけども、最近年を取ったからなのか何なのか分かんないんですけど、体が硬いんですよ。頑張ってストレッチとかしてるんですが、とにかく硬いんです。これをねこうやって敷くじゃないですか。ここに座るじゃないですか。こうですよね。ちょっとやってみますよ。早くやれって思ってると思うんですけど、もうやってんすよ。半年ぐらい前に焼き鳥を作ってくれませんかっていう外国の視聴者の方からリクエストがあって、やると思いつつ半年経っちゃったんです。使うものとかが揃ったので、作ってもいいかなと思って今日ここで作る運びと相なりました。やりますか。やりますか。やりましょう。はい、じゃあ何からいきましょうかね。今日その焼き鳥を作るために準備してきたものがいくつかあるんですけど、これですね B6 サイズのスマートグリルってやつなんですけど、買って3ヶ月ぐらいずっと放置してたんです。まだ開けてないと。昨日の夜ちょっとここだけパカッと開けてでパタって閉めた状態のものです。なるほど。でね、後ろにこう作り方が書いてあるんですけど、めちゃめちゃ手順すごいじゃないですか。これさガンプラの方が簡単なんじゃないかっていうレベルだよね。でしょ。分からないでしょ。ガンプラだったらさ、足とか腕とか肩とか見りゃなんとか直感的に分かりますでしょ。肩のパーツが足についたりはしないでしょ。でもさこれ全部四角いじゃん。どこがどこなのかが分かんないよね。もう一個これね我らが岩手県軽米町のおもと新丹っていうメーカーが作ってるベビーチャコール。ベビーチャコール、新しい商品なんだけど、炭です。今日はこの炭で焼き鳥を焼きます。なるほどなるほど。普通の炭よりサイズがちっちゃいんですよ。ということは火が起こるのが早くて小さいので火力が調節しやすい。でこれもまだ中を見ていない。どのくらいの大きさで生まれてくるかがまだわからないっていう感じですね。わからないですね。はい。もう不安しかないです。今日ジュンジュンがメインカメラをやってくれてるんですけど、僕はですねこの iPhone13 をつけたスタビライザーでサブカメラをやるんですよ。ということはおのずとこれを組み立てたり、この赤ちゃんの大きさを確認したりするのが僕ですね。そういうことですね。なるほどなるほどなるほど。いいっすか。いいっすよ。いいっていうかそうしないと焼き鳥食えないから。まな板。まな板を除菌してもらえますか。除菌するとこ多分編集で使わないと思うから適当にやってくれて構わない。今日使う食材を鶏肉、鶏もも肉です。なんで鶏もも肉かっていうと、油がたっぷりで好きだから。誰が？俺が。なるほど。そりゃそうでしょ。なんか全然知らない人がこれ好きだからってなんで俺がこれ使わなきゃいけないんで。串打った時に間に挟むネギですね。これ白いところと青いところがあるのがお分かり？お分かり。でこれどうしてかっていうと白いところは焼くのに使うんだけど青いところは焼き鳥のタレも自作するのでそれに使います。風味を出すために使います。2回言いましたね。カツってなったからなるほど。マイクの音を編集するの俺だから、俺が喋ってる時にカツってなったらもうそれは編集点がないでしょ。味ですね。味たちはですね日本酒、みりん、醤油、ザラメと。でタレ作る時に隠し味2つなんですけど、オイスターソースと生姜。グリルを組み立ててみるか。やっちゃっていいですか？やっちゃってください。俺がやる？いや、俺やります。あれなの？プラも買ってきたのに勝手に作った友達。いるよね。ちょっと待ってください。これ、でもいけるんじゃないですか？なんかあっという間にできそうですよ。本当？やべえこと言いましたね今ね。そうやって消えていった人を何も見てきた。だってもうほら早速マニュアルとにらめっこしてるもん。違うんですよ。これがこれが
あれこれできちゃうんじゃないですか。図面の難解さとは裏腹にそれ何？マルチパネルって。マルチパネル。ああ、なるほど。これがマルチパネルなのね。何がマルチなの？縦にも横にもさせる。サイドトレイになったりするわけですね。なるほど。ここにつけるのね。とかでここになんかこう置いたりするフォークとか置いておしゃれキャンパーのふりすりゃいいんだ。そこにつけちゃう。はい。おしゃれになりたいですね。おしゃれになりたいの？じゃあフォークないですけどここにしますか。フォークないね。何置くの？フォークです。だからフォークねえっつってんだろ。開けちゃいますよ。はい、お願いします。綺麗です。綺麗綺麗。なるほどなるほど。綺麗ですよね。はい。ここに置く。はい。ちっちゃい。本当にちっちゃいね。これで個数とかで火力を調節すると。なるほど。枝のところを使ってんだね。太さ的にそうですよね。ガスと、ガスバーナーと。赤い。赤いね。赤いですね。着火するねこれ。ジュンジュンが俺も見たいよみたいな。見に来る？見たい。おいで。なってきてる。すげえ。すごい。赤いですもんね。赤い。もう怒ってる。串打とうか。じゃあまず鶏肉から。違うな。ネギからですね。まず青いのこれ半分ぐらいに切ってもらってもいいですかね。半分。半分ぐらい。これはタレに使います。次は白い方、鶏肉の大きさをイメージしながら、その幅と大体一緒になるぐらい。なるほど。一応プリカットはしてきましたよ。まあね、おのずと。そうですね。これは肉の大きさになるんですもんね。そうですね。大きくねそれ。俺3分の1を想定してプリカットしてきたんだけど。じゃあこうですね。でもこれちゃんと理由があって、肉とネギの大きさがバラバラだと火の通りが変わるんですよ。なるほど。最初からねプリカットしてきたネギを3分の1にしてくださいって俺言えばよかった。鶏肉切りましょうか。身の部分と皮の部分を分けて持ってきています。で皮は焼きません。タレの方になるほど。風味付けで入れちゃいます。なので上にある皮はとりあえず後でと。じゃあ出しますね。出してください。皮。このドゥルっていうかみっちみちになってるのがドゥルって出てくる感じいいよね。ドゥルっていう感じ。切ろうよ。串刺した時にネギの大きさとだいたいこう揃うように鶏肉を切っていきます。ネギがこの大きさなんでこうですかね。焼けると縮むので縮みますよね。普段料理するんだっけ？普段しないです。しないの。でも俺居酒屋でバイト経験があるので多少はやってたんですけど焼き鳥はやったことないですよね。なるほど。いやこれあれですね。何があれかって鶏肉冷たいです。何本作れるんだ？数数えとろよって話ですよね。そうだよね。ネギの個数、ネギは1本に対して3つとか2つとか2つだとお肉が3つ。なるほど。肉、ネギ、肉、ネギ、肉。2の倍数。2の倍数です。1、2、3、4、5、6、7、8、9本。2個ずつ使うと9本作れるということですね。じゃあ9本作る目標でやってみようか。じゃあまずいきます。そうですね。
はい。なんかネギに対して肉がでかいか。そうでもない。縮むから大丈夫ってこと？縮む想定で、ちょっと縮む、縮むといいなっていう願いをそうですね、はい、縮むだろうっていうわかりました、はい、縮むはずだっていう、はいはい、いいんじゃないかな。こんな感じで、はい、なんかネギが間に入ると途端に焼き鳥感が出ますよね。焼き鳥っぽいね、居酒屋で、焼き鳥仕込む時に手伝ってた時はあったんですよ。やったことはあるね、ある程度。ある程度っていうか、全然補助的な、ビロンってならないように、このままこうやっちゃうとビロビロになるじゃないですか。だから例えばこうやって重なったとこ、極力重なるところにこう串を入れる、なるほど、みたいなことをやったような。なるほど。ただこれは切り方があれなんで圧倒的にでかいんですけどでかいんじゃんやっぱり。でもね、縮むはずです。縮むはずなのね。はいはい。縮まねば、縮んでこそってこと。はい、こうやってこうやってこうですね。はいはい。生まれて初めて串に鶏肉を刺しましたよ。今日は記念すべき日です。はい。そんな日ってありますいや、そんな日が今がその瞬間だよ。だって誰だって初めて鶏肉を串に刺す日があるでしょうよ。ネギいきます。はい。体温奪われますよね。肉触ってると。まだわからない。ちょっと冷たいなっていう感じ。まあちょっと冷たいなっていうかこの環境全体がすごく冷たい。はい。鶏肉に続いて生まれて初めて、串にネギを刺した日です。おめでとう。本来であればね、動画を見てくれてる方にね、鶏肉はこうやって切るといいですよとか教えてあげられればいいんだけど、僕らは本当に鶏肉のことを何も知らないので、はい、カメラやってる間はもう早く刺せよとか思ったけど、これ意外と大変だね。大変なんですよ。さっき僕らネギの数を数えたじゃない。ネギ、多いですね。そう、ネギの数は数えたのに肉の数を数えてない。焼き鳥のタレを作っていきましょう。はい。前にすき焼き作った時にすき焼き用の割り下のタレの配合は日本酒、みりん、醤油が3、砂糖が1だよっていう話をしたことがあったと思うんですけど、焼き鳥のタレはですね、配合がまたちょっと違って2対2対2対1でやります。日本酒、みりん、醤油が2で砂糖が1です。ついたね。はい。まずサラダ油を引きます。トン。はいはい。さっきのネギの青い部分を入れていきます。ですね。はい。いい音。はい。やっとよりらしくなってきたね。はい。この油を引いた鍋でですね、この青い部分をちゃんと焦がして焼き色をつけてあげるのがコツです。焼き鳥のタレの風味がアップしますので、寒いこんな感じですね。はい、はい、焼き色がついたら日本酒とみりんを入れていきましょう。はいはい、ドゥーン。うわー、はい、うまそう。みりん、はいはい、ドゥーン。はいはい、まず沸騰させて、はい、日本酒とみりんのアルコールを飛ばします。はい、はい、いい感じ。いいですね。アルコールが飛んだら次はですね、こちらに醤油とザラメ糖を足していきます。はい、醤油、はい、ドゥン。そしてザラメ糖です。はい、いや、うまそうですね。これが美味しいだろうね、もうすでにね。ここにですね、隠し味を足していこうと思います。オイスターソースと生姜、それからさっき切った鶏肉で余った鶏の皮を入れます。はい、オイスターソース、生姜、はいはいはい、鶏の皮、これを入れます。よいしょ。はい。匂いがいい匂いだね。いい匂い。
生姜の匂い出てきましたね。出てきたね、これって美味しいだろうね。いや美味しいでしょうね。はい、じゃあ焼きますか。はい、焼いちゃいますね。はい、じゃあこうですよね。そうですね。はい。はい、おお。はいはいはい、置きますね。はい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 、焼けてるよね。焼けてって言ってるもんね。焼けてます焼けてます。ああいい感じ。あ、焼き鳥屋の匂いがする。焼く時のコツというか、まあ鉄則なんだけども、火を使って焼いちゃうと、表面が焦げるだけで、ちゃんとした焼き鳥にならないんですよ。なるほど。なので炭火の火じゃなくて熱を使う。はい、これがコツですね。ちゃんと中までしっかりこう熱を通してあげるのが良いですね。はい。こっちだけ返してみてもいいですか？いいですよ。じゃーん。おお。はい。おお、いいですね。焼き色がついたので、次はですね、このタレを一回絡めて、もう一回焼きましょう。はい。じゃあ行きます。はい。ちょっとこれを。はい。で、この絡めたタレをですね、そのまま置いちゃうと火力が弱くなっちゃうので、他の焼き鳥にポツンポツンって置いて、バウンドさせてから焼きます。はい。はいはいはい。そうですね。はい。はい。そしたら2回目のタレをつけてもう一回焼きましょう。はい。なんか変に焦げてないですもんね。うん。すごくいいよ。すごくいいですよね。うん。これで焼き鳥完成です。やったー。いただきますか。はい、はい、いただきます。いただきます。うーわ、とっても美味しい。食べていいですか。どうぞ。美味しいですね。決して誇張表現じゃないんだけども、僕は今まで食べた焼き鳥の中で一番美味しい。生姜の風味ちゃんと出てますよね。出てるね。うん。焦がしネギと、ネギも食べますね。うわ、決して誇張表現ではないんですけども、僕は今まで食べたネギの中でこれが一番美味しいと思う。歯ごたえはちゃんと残ってるんですよ。で、焼き目がついてるから風味も強い。そうですね。なおかつとっても甘い。ネギのいいところがちゃんと出ていると思います。肉プリプリだね。柔らかいですよね。柔らかい。やっぱ炭火ですかね。そうだね。うまい。うまい。タレに油使ってるじゃない。うっすら甘いですよね。甘い。いいですよね。コクがあって。コクがある。コメントをくださったありがたいお方、こうやって焼き鳥をちゃんと約束通り作りましたので、ぜひ自分でもタレを作って肉を切って串に刺して焼いてみてください。とっても美味しい料理だと思います。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。